はい、皆さんこんにちは、りゅうまです。だいぶ久々に動画撮ってるんですけど、皆さん元気に過ごされてますかね。私の方はですね、最近全然動画上げてなかったんですけど、なんで上げてなかったかっていうと、シンプルにね、最近あんまりそのブレンダー、いやもちろん触ってはいるんですけど、めちゃめちゃ触ってるって感じでもなくて、昔に比べたらあんまり触ってなくて、なんでかっていうと、いろんななんか趣味が結構増えてきちゃって最近、カメラだったりとか結構写真撮りに行ったりとか、あとはゲームやったりとか、そうですね、なんか前までは結構このブレンダーで何かを作るっていうのがもう趣味の主軸だったんですけど、最近はね、いろんなことにちょっと興味出てきた、今更ながら今更ながらちょっといろんなことに興味が出てきて、触る機会が減ってきちゃったんで、動画なかなか上げられなかったんですけど、じゃあなんで今回これね動画撮ってるかっていうと、そのブレンダー関連の動画で1個上げたいなっていうのができたんで、今撮ってます。で、何の話かっていうと、これもねまた新しいこれ趣味って言っていいのか分かんないんですけど、最近ねチャット GPT って皆さんご存知だと思うんですけど、チャット GPT を使ってブレンダーとかユニティのスクリプトをね作るっていうのに結構ハマってて、皆さんチャット GPT 触ったことありますかね。結構ね便利なんですよ。特にこういうなんか制作系とかやってる人、あと Excel とか Excel 系のねマクロとかもね頼むと結構作ってくれたりして、チャット GPT Excel やってますとか、ブレンダー触ってますとか、ユニティ触ってますっていう人はもうぜひともね1回ぐらいはチャット GPT 触ってもらいたいんですけど、結構ね頼むと難しい。融通が聞きづらいところもあるんで、一概にね作りやすいかって言われると結構微妙なラインではあるんですけど、その理想的なものを作ろうとすると、でもね結構ねちゃんと話し込めばある程度理想形に近いものは作ってくれるんで、もし触ったことないよっていう人はぜひとも触ってみてもらいたいんですけど全然本編に入らないんですけど話が、何の話かって、要はチャット GPT でいろいろねプログラムを作ってもらうのが最近の趣味っていうかいろいろ作ってもらってるんですよ。で本当はねこの辺の作ったやつとかもねそのうちあげようかなとも思ってたんですけど、結構私の作るものってなんつうのかな、ニッチ結構使用用途がニッチだったりとか、あと使い方の説明が結構難しかったりとか、あまりその万人が使いやすいような風に精査されてない結構ものが多いというかっていうのもあって、こういろいろねキリなんちゃらとかっていうのを今シリーズで実は結構いろいろ作ってるんですけど、全然上げてなかったんですけど、今回作ったやつが思いのほかね使い方難しくもないし、しかも便利だなって思ったんで、せっかくだからちょっと配布してみようかなと思って今動画撮ってるって感じですね。ようやく本編に入りましたようやく本編に入りましたけど、この動画を撮ってる経緯としてはそんな感じです。で、いつものごとくねこの動画の概要欄のところにそのスクリプトのダウンロードリンクを貼っておくので、興味ある方はそちらからダウンロードして使っていただいてらいいかなと思うんですけど、ただ一応1点注意点として話すと、今回のそのアドオンを使ってデータが吹き飛ぶっていうことはおそらくないと思うんですけど、そんなに難しいことっていうかそんな致命的な処理をしてるわけじゃないと思うんでとは思うんですけど、これ私が趣味で作ったもので一応私も使ってるんでね、実際によっぽどのことがないとは思うんですけど、もしこのアドオンを使ってデータが破損しましたとかっていうのがあったとしても、一応そこは私の方責任取れないんで、そこだけご了承いただいた上で使っていただいたらなと思ってます。はい、ということでじゃあまずどこから話そうかな。使い方の前にまずアドオンの導入の仕方からちょっと説明しましょうかね。今回の動画に関しては多分今までアドオンとか入れたことねえよっていう人もいると思うんで、一応そこから説明しようかなと思います。で、アドオンはですね、この編集のところにプリファレンスっていうのがあって、もうすでに開いちゃってますけど、ここの横のところのこのタブのところにアドオンっていうのがあります。で、ここに押すね、アドオンがいっぱいバーって並んでるんですけど、この一番上の右のこの逆三角みたいなやつ、こ
こを押してもらって、このディスクからインストールっていうのを押すと、いつもみたいな、なんていうの、ウィンドウが出てきて、ブレンダーのデータ開くときと一緒ですね。ウィンドウが出てきて、選択できるようなんで、そこで私のダウンロードしたスクリプトを選択していただくと、さっきみたいにこんな形で出てくるんで、インストールすると。で、確かね、このブレンダー 4.4、今 4.4 使ってるんですけど、この 4.4 だと勝手にインストールするとチェック入ると思います。もしかしたら3点、今までのね、3点シリーズとかだと多分インストールしただけだとチェックマーク入らなくて、インストールした後にチェック入れる必要があるんですけど、もしインストールした後にここチェック入ってなかったらチェック入れてください。で、入れた後に一応このプレファレンスを保存っていうボタンを押すと、これね、プレファレンスの保存を押さないと、もしチェックマーク外れてた場合、ブレンダーを再起動した時、このチェックまた外れちゃうんですよ。それがめんどくさいよっていう方は、チェック入れた後にこのプレファレンスの保存を押してください。で、導入の仕方としては以上なんですけど、で、導入したらどこに出てくるかっていうとですね、この N キーを押すとね、この、なんつうんだっけこれ、ツールバーなんだっけ名前忘れちゃった。ビューのサイドバーか。これだ。サイドバーですね。サイドバーのところに、分かりづらいんですけど、このキリーツールスっていう名前のタブがおそらくできると思います。なんでこれを押してもらうと、こんな感じで、これが出てきます。これが今回私がご紹介しようと思ってるプログラムツールなんですけど、これ何かっていうと、原点を補正するツールですねあまりこれだけ聞くとわざわざ入れるほどのものかって思う方もいるかもしれないですけど、私ね結構これブレンダーの使ってて結構不便だなってずっと思ってた点なんですけど、どういうところが不便かっていうと、今これ2つモデルがあると思うんですよ。このツールの利便性について語るために用意しといたモデルなんですけど、これは例えばですよ、ブレンダーって標準でこうやって原点の補正する機能ってついてると思うんですよ。例えばこれ 3D カーソルに設定すると、今 3D カーソルの合わせてたこの部分にこの今球体の原点があると思うんですよ。でこれをこの球体の真ん中にこの原点を戻したいってなった時、どうやってやるってなったら、皆さんご存知だと思うんですけど、原点はジオメトリー移動っていうボタンを押すと思うんですよ。そうすると今原点変なところにいましたけど、ちゃんとこの球体の真ん中に原点が戻ってきてくれる、これはねめっちゃ便利だしよく使うんですよ。ただねこれだとねうまくいかないシーンっていうのが多々あって、どういう時かっていうと、こっちのね右側のやつを実際にやってみるとね結果がわかると思うんですけど、これを原点の設定でジオメトリー移動ってすると、ほら中心じゃないところに原点いっちゃうんですよ。でこれなんでってなると思うんですけど、実はですねこれモデルを見てもらうと、これはね結構綺麗になんて言ったらいいのかな、ブレンダーのこの原点の補正ってこのね頂点のこの量が全体的に綺麗に分布してないと中心に行ってくれないっていう問題があって、今回のこの例題で用意したやつはこの左側のと違って、左側のやつはもう全体的に今頂点が分布してるんですけど、あえてこの右側のところに頂点を多く分布させてるんですね。形状自体は一緒なんですけど、それとこういうモデルにその原点の補正をねすると、こうやって原点の位置がずれちゃうんですよ。これ結構めんどくさくて毎回。特にね、例えば文字とかを立体化した後にこの原点の補正とかやると、結構文字ってくねくねしてるところとかってやっぱどうしても頂点数増えちゃうんで、明らかに中心じゃねえだろこれっていうところにねこの原点がいっちゃったりするんですよ。でそういった場合ね、どうやってやるかっていうと、私の場合は一番簡単なのは、こう立方体みたいのを用意して、これがねこう綺麗に収まるようなサイズに調整した後に、これのスケールとかをね固定して、
で、最後この球体をこっちにね、ジョイントしてやれば、だいたい中心に行く。こんな感じで。っていうやり方をね、取ったりしてたんですよ。でもこれ、やっぱめんどくさいじゃないですか。そう。で、これなんとかなんないかなっていうので、試しにチャット GPT にこんな感じのやつ作りたいんだけどっていうのをお願いしたらうまくいったのがこれって感じなんですね。で、具体的にこれを、まあこれ使い方の説明もクソもないんですけど、これ減点補正ってこのボタンを押すだけなんですけど、これを押すと、ほら、ちゃんと真ん中にね、原点が行くようになってます。こっちの標準のやつでジオメトリー移動にすると、右の方に寄っちゃいますけど、私の作ったこれをやると、ちゃんと真ん中に行ってくれるっていう。まあ、なんていうの、めちゃめちゃ便利なツールかって言われると、わかんないですけど、まあ、個人的には結構便利かなと。あと、なんだろうな、これ、ローカル座標っていう概念を皆さん、使ってると思うんですけど、これもね、たまにこう、例えばこう、回転させてました。でもこれなんか、そのデータの使用的な問題とか、あとはうっかりとかっていう理由で、例えばこれをね、回転を適用しちゃった場合、回転情報がこう、リセットされてなくなっちゃうみたいなパターンあると思うんですよ。でも本来はこれモデルの向きとしてはこっち向いてるってなった時に、これモデリングでね、これ調整しようとなった時に、やっぱね、ローカル軸がしっかりしてると調整しやすいと思うんですよ。これもまあブレンダーとか触ったことある人だったら理解してもらえることだと思うんですけど、例えばこれローカル座標がちゃんと生きてれば、この球体を横に伸ばしたいとなった時に、軸がしっかりこう残ってるから、こう横に綺麗に伸ばせると思うんですけど、今これもローカル座標をこれで適用しちゃったから、モデルは回転してるんですけども、座標軸が死んじゃってるんですよ。だからこれさっきみたいに、例えばこっちの面を横に伸ばしたいってなった時に、ローカル軸にしてももう軸が死んじゃってるから、綺麗に横に伸ばそうと思っても伸ばしづらいんですよね。まあ今適当にやったらなんとなく綺麗にそれっぽくは伸びてますけど、まあ実際ただ厳密に見るとやっぱ綺麗にこっちのデータに比べたら綺麗に伸ばせてないと思うんですよね。ってなった時に、やっぱこれローカル軸に戻したいっていうパターンがね、たまーにあるんですよ。まあ、これもね、さっきみたいに、気合でなんとかなるっちゃなんとかなるんですけど、例えば私の場合だと、これどうしてもね、ローカル軸に戻したいってなった時は、どうやるかっていうと、さっきと一緒で、仮のね、こういうモデルを1個作って、これをスナップ機能を使って、そうなる。あれ？これか。なんか最近今までね、私ずっとバージョンアップさせるのはね、すげえこれ私事ですけど、バージョンアップせずにずっと 3. 点いくつのバージョン使ってたせいで、未だにね、この 4. 点いくつにまだ慣れきれてないんですよね。うまく慣れきれてなくて、ちょっと操作はおぼつかないんですけど、そこはちょっと許してください。こうやってこのスナップ機能、頂点のスナップ機能を使って、こんな感じでスナップさせます。これ興味ある方いるか分かんないですけど、一応ね、私が今までどうやってたかっていうのをね、説明すると、で、なんだっけ、固定軸トラックだっけ、違うな。これかな、違うな。トラックか。あれ、トラックでもないな。あれ、なくなった？もしかして。あれ、俺が知ってるやつなくなったかも。一旦トラックにしてみるか。で、トラックにすると、当たり前ですけど、こっちの、このエンプティにこのキューブが追乗するようになると思うんですけど、これにさらにもう一個トラックを用意して、今度はこっちのエンプティにすると。で、X 軸かな。で、固定を Z にすればいいのか。固定を Z にすれば、
うまくいかないと。あれなんでうまくいかないの？減衰トラックの方がいいか。ちょっと待ってくださいね。こんなにもたついていいのか。動画としてこれはいいことなのかわからんが、でもこれでいいのかな。こうかも。なんか前までは1個のモディファイアでできた気がするんだけどな。でもこれでいいんじゃない？こうすることによってわかります？今これがここが正面っていう想定でいるんですけど、この面がで、この正面向いてる面に対してこうやってコンストレートこの2つのやつにかませれば、この球体はこの面の向きに一致すると思うんですよ。でこの状態でビジュアルトランスフォームを適用すると、この回転軸が今00になってるのがこのコンストレイントされてるこの回転軸に固定されるようになります。そしたらこれ切ってもらって、でもこれも不要なんで消すじゃないですか。でこれをあとはこっちの球体をこっちのキューブにジョイントしてやれば、このキューブの今回転情報がこっちの球体に移ったことになるんで、ローカル軸が復活するっていう理屈ですね。普段なんでどうしてもこれローカル軸に戻したいってなってこうやってたんですよ、私の場合は。だからこれもやっぱ今見てもらった通り結構手間じゃないですか。今みたいに忘れちゃってると余計に時間かかるしっていうのもあって、めんどくせえなと思ったんですよ。で、今回さっき言ってたこの減点補正ってやつをそのチャット GP にお願いしたら、結構ね少ない手でうまくいったんですよ。34手頼んだら結構うまくいったから、これもうちょっと頑張れば便利になるかなと思って、このローカル軸の補正っていうのも、一緒にやってもらおうかなと思って、これはもう組み込んでもらいました。でどうやって使うかっていうと、一応ここにね使用上の注意っていうの書いてあるんですけど、ローカル軸も補正したい場合はエディットモードで面を一つだけ選択して実行してくださいと。そうするとノーマル座標に合わせて補正してくれるって書いてあります。どういうことかっていうと、今選択してるこの面あるじゃないですか。でこれローマル軸トランスフォーム座標系をノーマルにすると、こういった座標軸になってるんですけど、この座標軸に合わせてこの球体のこのローカル座標も修正してくれるっていうような機能ですね。でやり方は今ここで読んだ通り、エディットモードにしてもらって面を一つだけ選択した状態でこの減点補正っていうのを押すと、このようにローカル軸の補正プラス減点の補正もやってくれるっていうような感じですね。どうすかどうすか。個人的には結構便利にできたんじゃないかなと思ってるんですけど、でしかもこれ今見てもらった通り、操作も結構簡単だしね。モデルを選択した状態で減点補正っていうのを押すだけなんで、ローカル軸補正した時はエディットモードで面を1個選んだ状態でこれをもう1回押してもらうと、難しくもないし便利なんで、配布してみようかなっていう感じですね。はい、そんな感じです説明雑か。はい、ということで、使い方は以上ですね。もし興味があれば使ってみてください。で、さっきも言った通りね、チャット GPT 結構便利なんで、このぐらいのもんだったら、このぐらいっていうか減点補正、今言ってた最初の減点補正ぐらいだったらマジでチャット GPT に頼めばね結構簡単に作ってくれます。こっちのねローカル軸の補正は結構大変でしたけど、なんか凝ったことをしないで、例えば本当にちょっとした機能欲しいなみたいなとかだったら、本当チャット GPT にねちょろっと頼めば作ってくれるんで、もし興味あればねぜひ皆さん使ってみてください。チャット GPT 無料版もあるんで、無料版でもねそこそこやってくれます。私はね結構もういろいろ使ってるんで、有料版のやつにしちゃったんですけど、でもね無料版と有料版そもそも何が違うのっていうと、頭の良さが単純に違うっていうのと、あとねスクリプトが長くなれば長くなるほど無料版はね
なんか動作がおかしくなるっていうか、なんだろうな、文字数制限みたいなのがあるみたいで、長い、ある一定の長さになると、なんかその処理がしきれなくなるんですよね。っていう問題もあって、まあでもね、一番最初のうちは全然無料版でもいろんなの作れるんで、なんかもし興味ある方はいたら、もうぜひ使ってみてほしいですね。もう何の話って感じですけど、この動画。チャット GPT のチャット GP の紹介の動画みたいになっちゃってますけど、はい、そんなところですね。はい、ということで、じゃあ今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。またね、実はね、Unity の方とかもね、結構便利なツールとかいろいろ作ってて、まあその辺もね、まあそのうちちょっと機会があったら紹介したり配布したりできたらいいなとは思ってるんですけど、ちょっとね動画撮るのにね手間取るんで、いつもまあいつになるかはちょっと約束はできないですが、あとは反応次第ですね。なんか欲しいっていう人がもしいれば頑張ろうかなって感じです。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わると思います。久々に動画上げましたが、もしここまで見てくださった方いたらありがとうございます。ということで、ではでは。